田中玲子の美点の秘密。はい、皆さんこんにちは、田中玲子です。また今回もぶっつけ本番の、インタビュー答えます。さあ、今日のインタビューは何でしょうか。はい、先生に今日質問したいのは美容の可能性についてね、ちょっと質問したいんですけど、はい、何かっていうと、私が最初5年ぐらい前に初めて先生に会いに来たんですよ、ここに。はい、でその時って私ストレスまみれでひどかったんですよ。人生がね、仕事も恋愛も家族関係も全部ボロボロだったんですよ。ですごくこう心がね、結構落ちてたんですね。でそんな時に先生の存在を知って、で前から気になってはいたんだけど、でもやっぱりそのストレスでボロボロだったっていうのがなんかこうきっかけ、ここからちょっと抜け出したいみたいなね、ところがあったんですよ。でせめてなんかこうちょっと自分が綺麗になれたら、それをこう少しは解消できるかなっていう思いがあってね、トントントンって扉を叩いたんですよ。そしたら先生がいらしたんですけど、そうでそこで私はやっぱりその時ちょうど手術をすることとかもう治ったんですけどね、婦人科系のちょっとした手術をすることだったり、そんなこともあって、で、とにかく心も落ち込んでって、いろんなこともうまくいってないってスパイラルにいたんだけど、やっぱり顔をきれいにしてもらったり体をきれいにしてもらうことによって、なんかこうずっとは頑張れないかもしれないけど、明日頑張って会社に行こうとか、明日頑張ってちょっとあれをやってみようかなとか、あのことを伝えてみようかなとか、そういうなんかこうモチベーションになったんですよね。綺麗になることが少しでもねっていう経験があって、でそういうことってなんかこうすごくだから美容って力があるなって思ったんですよ。でもそんなことあったね、最初ね。ちょっと思い出すわ。はいはいはい、確かに。分かるような気がする。でもね、ちょっとその手術するんだって話だけはちょっと聞いたし、でもそこにね、いろんなもっとストレスがいろいろあったっていうのはあんまりそこまではちょっと思い出せないんだけど、ただそうだね、例えば手術とかいう大きなことが目の前に迫ってくると、それが命に関わることじゃなくったって、やっぱりみんなすごく重くとしがってるよね、みんななるよね。だからただそうだね、そういう具体的な手術ってことがなくても、さっき言ったように家族関係だとか、恋愛とかいろんな仕事関係でもみんなかなりストレスっていうのはやっぱり抱えると思うんだよね。で私たちができる美容ね、そうですね、美容でどうにかっていう、もちろんってね、美容だけで全部それを解消っていうのはできないかもしれないんだけれども、ただそうやって例えば仕事でもうどうしようもない陥ってるね、それからもう手術がってね、あともう家族が恋愛でこうなってるって、皆さんそういう時って何かね、こうになって狭くなって、それだけしかもうそれしか見えないんですよ。ただそこを見なくていいの、見ちゃダメだって絶対見ちゃうんですよ、本当に言うと。これは誰でもそうだと思ってるんですよ。もうやっぱりそれしかってね、もう考えられない、それしか考えられないかもしれない。だからそれはもう仕方ないことだと思ってるので、だからそこに陥っちゃう、考えちゃう自分っていうのも受け入れていいと思うんですね。だからそうね、私たちができるのは一つはね、そうだよね、大変だよねって、まずは本当に分かってあげる。共感してあげるの。だって本当にそうだよね、陥っちゃうよね、それでそこばっかり考えちゃうよねって、分かる、そうだよねって、でも大変だねって、共感してあげることだ。これが口先の共感ダメなの。分かる？口先の共感だけはね、本当にそこに陥ってる人たちはね、口だけの共感って感じ取っちゃうんですよ。わかります。すごくね、それは拒絶になるの。これは逆だから、本気でその人と本気でそれになって、本当に大変だねってね、本当に寄り添う、これが本当に大切なの。口先絶対ダメだから。病気の人にね、よく皆さんこれをみんなに言いたいんだけど、病気の人にね、
ご病気なの、あら大変ね、頑張ってなんて言うけど、あんな口先だけ絶対やめなさいねって言ってるのね。もうね、その病気で大変な人はもう精一杯頑張ってるんですよ、もうその時点で。その時にね、あら大変って口先だけで言われるのすごく嫌なんですよ、本当に言うと。だからそうじゃなくて、本当に口先じゃなくて、あ、本当に大変だって、それが言葉に出ないかもしれないのね。でも本気で寄り添うことが絶対大切なんだよ。でこれで頑張ってなんて絶対いらない。そうじゃなくて、どうにか何か自分ができること何かあるかなって口に出すんじゃなくても、ね、できることが何かできるかなって本当にね、本気で思ってあげること。これは本当にストレスだとか何かが大変な人には皆さんそうにしてあげてください。それが一番ね、何か自分が一人じゃない孤独に陥らない一つなんですよ。ああ、分かってくれてる人がいるってだけですごくそこでこうね、少し救われる。だからそれをまず、だから私たちはまずそこで、そっか、本当大変な人だってね、それはちょっと結構ね、いろんな意味で厳しいよねって本当に思うからね。だからそれね、じゃあそこで今私たちができることって言ったら、例えばここに陥ってるところをね、またそれとは関係少しないんだけれども、何かこの疲れちゃった顔とか、もう何かこのなんとなくね、血色の悪い顔をね、少しやって、ね、ケアして、なんかね、あれ何かしょぼしょぼってなった目がパチリしたり、あれ目がすっきり開くとか、あれ顔色こんなに良くなったとか、あれむくんでた顔がすっきりしたなんてなると、本人が自分の顔を見た時から、あれ元気そうな顔って思った瞬間にね、何かね、少し変わるのよ。ね、だからできなくても今私たちだからね、やれることっていうのは、少しその人の、例えば体を、例えば疲れてるところがあったら疲れてるケアしてあげる。顔なんかだって何か疲れたりしてる顔を本当にきれいにしてあげたりね、だけでも本人、なんだか目がすっきり、何か明るいとかね、そうにあって泣いただけでも元気になれるんですよ。だから私たちの魅力っていうのはそういう意味で、そのストレスそのものを全く何か解決できるわけじゃないけれども、その何かそれに陥っちゃってる自分たちのこの不調ね、いろんな不調が少し改善できた途端に少し変わるかな。だからそれを精一杯やってあげる。そうなんですよ。本当にね、それを精一杯やってあげることなの。ね、だから私たちの仕事はそれを美ってこと、美容にを通して、健康を通してそれを改善してあげることが私たちの仕事だけど、もし例えばあなたたちの周りにそういう人たちがいたら、今あなたができる精一杯のことをしてあげることだと思ってる。本当にね、それで何もできなかったら本当にそばにいて寄り添ってあげること。いつでも自分はそばにいるよって、何かあったらいつでも声かけてくれたらすぐに行けるところにいますよっていうね、その安心感なの、ね、絶対に土足で上がっていっちゃダメなの。それはね、疲れてる人たちとかストレスがある人は土足で上がってこられるのがきついのね。土足で上がっちゃダメなんだよ。ちゃんとちょっと声が聞こえる、ね、来てって言ったら合図を送ったらすぐ、ね、駆けつけられる、その場所にいるの。そこに自分はいるからねってやってあげる。そこなの。ちょっと控えめなんだけれどもきちんといる。その場所を皆さんできたら、そういう場所にしてほしいですね。これはそういうでご自分のことだったら、ね、まずそういうなんていうかな、本当に心を許せる人をちゃんと探すっていうか、ね、見極めることだね。こんなに口先だけで言うやつに愚痴っちゃうと余計に落ちるからダメだよ。ちゃんと自分のことを本気で思ってくれる人をまず探して愚痴ること、相談することなの。それはそうすると少し楽になるから、相談する人を間違えないでね、まずね、自分だったらね。そしてその人たちに何かしてほしかったら、それは遠慮なくちょっとお願いするの。そうするとね、その周りに本当に心配してる人はちょっと手伝えることがその人も嬉しい。だから
で開けたらその相談するとか助け舟を出す人を間違えないことで、それをあなたたちが見てちゃんと相談するってこともとっても大切、すっごく力になるから。それはね、自分一人じゃないってことがすごく大切な部分なんで、絶対に相談する、そういう相談相手はできるだけ作っておくことが大切だよってことね。それもあるのね。で一緒に少し上がろうねみたいなね、そういう形を取ることです。だから、すごくできなくてもそれかな。だから相談する人、アドバイスを聞く人を間違えないようにするといいかななんてのが本当に思う。で美容でできるのはそういうことで、自分にそういう時ね、自分でどうしてもだったら自分にご褒美あげる、自分が何か一番したいことを、何かちょっと高くてもいいからちょっとなんかつけちゃうとか、高くてもいいからちょっとこれ高いんだけど食べちゃうとかね、何かそういうちょっと自分にちょっとだけご褒美あげていいかなみたいな思います。でどうしても疲れたらそういうサロンに行ってケアを受けるとかね、ちょっとなんかご褒美的なものをしちゃっていいから、そういうのも一つの手かななんて思います。ね、本当のストレス、ね、だって病気とかもう解決できないことってあるんですよ。でそれをそんなのは考えないで、絶対そんなことない、もう考えちゃうよ、もう悩んじゃう、これはみんなするから。そうだけどそれをなんていうか少しでも自分の力になるのは、ね、自分だけじゃなくて相談する相手だと思うよ、ね、それを見つけられるといいかなと思います。私たちはそういう仕事を本当言うと、そういう仕事を技術だけじゃなくて、本来は仕事の半分はそれだと思っています。実はね、私たちの仕事は本当に技術半分、このね、はっきり言ったら心のケアじゃないけど、もう私たちの仕事は本当にかなり占めてると思ってるんで、両方できる、それが両方できるのが私なんかは自分の仕事だと思ってるから、本当にそれをね、極めていきたいと思ってるわけ。本当そうです。私も先生に、先生のやっぱりね、この会うだけでものすごいエネルギーをもらうから、それがやっぱり当時、楽しみっていうか、なんていうか、さっき先生がおっしゃってたような身近で誰かに相談するとか、それとは全く別で、ちょっと遠いじゃないですか、家族じゃないし友達じゃないし、ちょっと距離感はあるんだけど、だからこそこう別にすごく弱音を吐いたわけじゃないけど、でもちょっとなんかこう話してちょっとなんか一言二言かけてくださると、ちょっとこう軽くなったりとか元気になったりとか、そういうことがあるので。分かる気がする。家族に相談することと、また家族とは別の家族と友達とかとまた別のことってある。いろんな、そうなの、存在の仕方、友達、それから家族、またそれと第三者みたいな、それぞれ愚痴り方が変われるのね。でそれと家族には言えなくても、これには言えるってのがあるんですよ。あるんですよ。だからやっぱりそれを受け皿つけたことね。すごいですね、私たちがその受け皿になれたらすっごくいいと思ってるわけ。それだけの許容量みたいなね、自分たちが受け入れるだけの力を持って受け入れてあげるみたいなね、してあげられるといいと思うし、でもあなたたちは自分たちが家族がそういうのがいたら家族としてあげて、お友達だったらお友達としてやってあげるとか、そういう立場で違うけれども、そういうね、その立場で精一杯できることをしてあげる。それからそういうできれば、ね、自分たちがストレスがあった時には家族と友達と第三者、これは医者かもしれないし、そういうのを見つけられるといいかもしれないと思います。かなーなんて思うんで、そんなんが参考になってくれたらいいなーなんて思うよ。いつでもどうぞ。受け入れます。大丈夫だよ、受け入れ。何でもどうぞ。そういう人は電話でもいいよ。怖くないですよ。はいはいみたいな。大丈夫。いくらなんでも私どんなストレスでもドンと受け入れますから大丈夫。ぜひ皆さんまたそんな形で、一緒に頑張りましょうね。じゃあね、またね。チャンネル登録してね。